解説。2022年公開映画ベスト10、必見の名作を振り返る。ねえマリサ、2022年って映画界にとってどんな年だったの？おう、2022年は映画業界にとって大きな年だったんだぜ。コロナの影響が落ち着いて、映画館が復活したこともあって、たくさんの注目作が公開されたんだよ。今回はその中でも、2022年に公開された名作をランキング形式で紹介するぜ。すごい。どんな映画がランクインしているのか楽しみだね。その通りだぜ。2022年の映画界はすごく盛り上がったから、ランキングに入った映画はどれも一見の価値があるよ。さあ、10位から1位まで、一緒に楽しんでいこう。第10位。ザ・バットマン。第10位は、ザ・バットマン。ロバート・パティンソン主演の新しいバットマンだね。その通りだぜ。ザ・バットマンは、これまでのバットマン像とは一線を画す作品なんだ。ダークでシリアスな雰囲気が漂い、従来のヒーロー映画とは一味違うんだよ。へえ、どんなところが違うの？まず、ブルース・ウェイン・バットマンは、まだ若くて未熟な青年なんだ。彼の心の葛藤や成長が描かれていて、単なるアクション映画にとどまらないんだよ。なるほど。じゃあ、ストーリーはどんな感じなの？ゴッサムシティで権力者が次々と殺される事件が発生するんだ。その犯人はリドラーという知能犯で、犯行現場に謎々を残してバットマンを挑発するんだよ。謎々？それって面白いね。でも、どうしてそんなことを？リドラーは、ゴッサムシティの腐敗を暴くために、権力者たちの不正を暴露しようとしているんだ。彼の行動は、単なる犯罪ではなく、社会への継承でもあるんだよ。すごい。でも、バットマンはどうするの？バットマンは、リドラーの謎を解きながら、自分の父親が関わった過去の秘密にも向き合わせられるんだ。彼の正義感と人間性が試される場面が多くて、見応えがあるんだよ。それって、ただのアクション映画じゃないんだね。その通りだぜ。ザ・バットマンは、サスペンスやドラマの要素が強く、ヒーロー映画の枠を超えた作品なんだ。映像美や音楽も素晴らしく、まさに映画としての完成度が高いんだよ。それなら、ぜひ見てみたいな。でも、どこで見られるの？現在は、各種動画配信サービスで視聴可能だぜ。興味があれば、ぜひチェックしてみてくれよな。第9位。決戦は日曜日。第9位は、決戦は日曜日。久保田正孝さんと宮沢りえさんが初共演した政治コメディだね。そうだぜ。この映画は、事なかれ主義の議員秘書と、政治に無知な新人候補者が繰り広げる選挙戦を描いているんだ。へえ、どんなストーリーなの？舞台はとある地方都市、衆議院議員川島昌平の施設秘書谷村努、久保田正孝は、仕事に熱意はないものの、安定した生活を送っていた。しかし、川島が病に倒れ、次の選挙で川島の娘宮沢りえが出馬することになるんだ。由美は自由奔放で世間知らずだが、謎の熱意だけはある人物。谷村はそんな由美をサポートすることになるんだが、彼女の行動に振り回される日々が続くんだよ。それは大変そう。でも、どうしてそんなことに？由美は、父親の地盤を引き継ぐことに疑問を抱き、選挙戦の中で様々な問題に直面するんだ。その中で、谷村も自分の信念と向き合わせられ、成長していくんだよ。なるほど。人間ドラマが描かれているんだね。その通りだぜ。この映画は、政治の世界をシニカルに描きつつも、登場人物たちの成長や絆を描いているんだ。また、コメディ要素も多く、笑いながらも考えさせられる作品なんだよ。それは面白そう。ぜひ見てみたいな。ぜひ見てくれよな。きっと楽しめるはずだぜ。ありがとう。第8位。エルビス。第8位は、エルビス。キングオブロックの伝説が描かれた映画だね。その通りだぜ。エルビスは、エルビス・プレスリーの生涯を描いた伝記映画で、特に彼の音楽業界での挑戦と苦悩に焦点を当てているんだ。エルビス・プレスリーって、どんな人物だったの？エルビスは、20世紀の音楽シーンを革命的に変えた人物で、ロックンロールの王者と言われているんだ。彼の歌声とパフォーマンスは、
世代を超えて多くの人々に影響を与えたんだよ。なるほど。じゃあ、この映画ではエルビスのどんなエピソードが描かれているの？映画は、エルビスがどうしてロックンロールの王者になったのか、その背景を深く掘り下げているんだ。特に、彼がどんな困難を乗り越えてスターになったのか、またその後の挫折や苦悩が描かれているんだよ。エルビスがどれだけ苦しみながらも成功をつかんだのかがわかるんだね。その通りだぜ。映画の中では、エルビスと彼のマネージャーであるトム・パーカーとの関係が中心に描かれていて、彼の成功の裏側や葛藤がしっかりと描写されているんだ。それは興味深いね。でも、映画の中で特に印象的だったシーンは？個人的には、エルビスのステージパフォーマンスのシーンが圧巻だったな。彼のエネルギッシュな動きと歌声がスクリーンで再現されていて、観客を圧倒する迫力があったぜ。エルビスの伝説的なパフォーマンスが、映画でどんな風に表現されているのか気になるね。そのシーンこそが、エルビスを伝説的な存在にした理由の一つだから、ぜひ見てほしい部分だよ。それなら、ぜひ見てみたいな。音楽映画としても、エルビスの人間ドラマとしても楽しめそう。第7位、アバター、ウェイ、オブ、ウォーター。第7位は、アバターウェイオブウォーター。アバターの続編だね。そうだぜ。アバターウェイオブウォーターは、ジェームズ・キャメロン監督が手掛けた大作で、前作から10年以上の時を経て、再びパンドラの世界に帰ってきたんだ。前作のアバターはすごく話題になったよね。今回はどんなストーリーになっているの？物語は、ジェイク、サム・ワーシントンとネイテリ、ゾーイ・サルダナが家庭を持ち、子供たちと一緒に平和に暮らしているところから始まるんだ。しかし、彼らの平穏な日常は、再びパンドラの自然を破壊しようとする人間たちの侵略によって脅かされるんだ。またしても人間とナビ族の間で戦いが繰り広げられるのね。でも、どんな新しいキャラクターが登場するの？新たに登場するのは、海の世界に住む水のナビ族だ。彼らの文化や生活様式が前作とは全く違っていて、パンドラの世界に新しい命が吹き込まれたんだ。また、ジェイクとネイテリの子供たちも大きな役割を果たすんだよ。水のナビ族か。それはすごく新しい要素だね。どんな世界観が広がっているの？水中の世界が驚くほど美しく描かれていて、海の中の生物や景観が圧倒的な映像美で表現されているんだ。水中シーンの迫力は、まるで自分がパンドラの海に潜っているような気分になるぜ。それは見逃せないね。映像が美しいだけじゃなく、ストーリーやキャラクターにも深みがあるの？もちろんだぜ。前作に引き続き、環境問題や家族愛のテーマが描かれていて、ただのアクション映画ではないんだ。特に家族を守るために戦うジェイクとネイテリの姿が感動的で、観客に強い印象を与えるんだ。そうなんだ。アバターウェイオブウォーターも、ただのエンターテインメントにとどまらない、深いテーマが詰まっているんだね。その通り、映像だけでなく、物語の奥深さも魅力の一つだぜ。ぜひ見て、パンドラの新しい冒険に触れてみてくれよな。第6位、シン・ウルトラマン。第6位は、シン・ウルトラマン。ウルトラマンが帰ってきたんだね。そうだぜ。シン・ウルトラマンは、庵野秀明が手掛けたウルトラマンの新しい解釈だ。これまでのウルトラマンとは違った、現代的でシリアスな雰囲気が漂う作品なんだよ。ウルトラマンといえば、どこかお子様向けのイメージがあったけど、シリアスな雰囲気なんだね。その通りだぜ。シン・ウルトラマンは、ウルトラマンの登場を現実的な視点で描いていて、特撮もかなりリアルに作られているんだ。また、ウルトラマンが出現することで引き起こされる社会の反応や政治的な駆け引きなど、大人向けの要素が強いんだ。そんなにシリアスな内容だったんだ。でも、ウルトラマンが登場するところはどうだったの？ウルトラマンが初めて登場するシーンは圧巻だったぜ。特撮がかなりリアルに作られていて、ウルトラマンの姿が巨大で迫力満点なんだ。あのシーンは、ウルトラマンファンにも新鮮な驚きを与えたんじゃないかな。迫力満点ってすごいね。でも、ウルトラマンのストーリー自体はどうなっているの？ストーリーは、ウルトラマンが地球に現れたことで、
様々な怪獣や人々との対立が描かれていくんだ。しかし、ウルトラマン自身も完全な存在ではなく、地球にどんな影響を与えるのかという問題が物語の中心になっているんだよ。ウルトラマンって、単に怪獣を倒すだけじゃなくて、もっと深いテーマが描かれているんだね。その通り、ウルトラマンの存在が地球に与える影響を描くことで、ただのヒーロー映画ではなく、深いメッセージを伝えているんだ。怪獣との戦いを通して、現代社会の問題にも迫っていくんだよ。それは見逃せないね。ウルトラマンの新たな魅力を感じることができそう。ぜひ見てみてくれ。ウルトラマンの新しい姿と深いテーマが楽しめるから、絶対に見る価値があるぜ。第5位、ジュラシック・ワールド、新たなる支配者。第5位は、ジュラシック・ワールド新たなる支配者。シリーズ完結編として、多くのファンが待ち望んだ作品だね。その通りだぜ。この映画では、恐竜たちが世界中に拡散し、人類との共存がテーマになっているんだ。どんなストーリーなの？物語は、前作でイスラヌブラル島が噴火し、恐竜たちが解き放たれてから4年後が舞台だ。オーウェン・クリス・プラットとクレア・ブライス・ダラス・ハワードは、クローン技術で生まれた少女メイジー・イザベラ・サーモンを育てながら、恐竜の保護活動をしているんだ。ある日、メイジーとベロキラプトルの子供ベータが誘拐され、オーウェンとクレアは救出に向かう。一方、エリーサ・トラー博士、ローラ・ダーンは、アラン・グラント博士、サム・ニールと共に、バイオテクノロジー企業バイオ新社の調査を始め、イアン・マルコム博士、ジェフ・ゴールドブラムとも再会する。新旧キャストが集結し、恐竜との共存をめぐる壮大な物語が展開されるんだ。豪華なキャストが勢揃いしているんだね。でも、どうしてバイオ新社が関わってくるの？バイオ新社は、恐竜の遺伝子を利用して新たなビジネスを展開しようとしている企業なんだ。その陰謀が、物語の核心に迫る重要な要素になっているんだよ。なるほど。企業の陰謀が絡むんだね。どんなアクションシーンがあるの？市街地での恐竜とのカーチェイスや、迫力のあるバトルシーンが満載だ。特に、ギガノトサウルスとの対決は見どころの一つだぜ。それは楽しみ。でも、シリーズの完結編として、どんなメッセージが込められているの？テーマは人類と自然の共存だね。科学技術の進歩と倫理、恐竜たちの自由と人間社会との関係が深く掘り下げられているんだ。深いテーマだね。ぜひ見てみたいな。絶対に楽しめる作品だぜ。シリーズの集大成として、多くの感動と興奮を味わえること間違いなしだ。ありがとう、マリサ。第4位、暗い、マッチョ。第4位は、暗いマッチョ。クリント・イーストウッドが監督主演を務めた作品だね。その通りだぜ。暗いマッチョは、イーストウッドが演じるマイク・マイロが、メキシコから少年ラフをアメリカへ連れ戻すという物語なんだ。マイク・マイロって、どんな人物なの？マイクは、かつてロデオで名を馳せたが、現在は落ちぶれて馬の調教師として生計を立てているローカウボーイだ。彼はある日、牧場主のハワードから依頼を受け、メキシコに住む13歳の息子ラフをアメリカに連れてくることを頼まれるんだ。ラフォってどんな少年なの？ラフォは、ハワードの元妻レタの元で育っているが、母親は男狂いで酒乱なため、ラフォはストリートチルドレンとして盗みや統計をして過ごしているんだ。マイクは彼を引き取って、家族の元へ連れて行こうとするんだけど、ラフォはそれに反発するんだよ。なるほど。ラフォはとても複雑な環境で育ったんだね。じゃあ、二人はどんな風に旅をするの？最初、ラフォはマイクに全く心を開かないんだ。でも、二人はメキシコシティから車で出発し、途中で警察やレタの用心棒から追われながら、国境を目指して進んでいくんだ。途中、車を失ってカンソンで足止めされるんだよ。カンソンで何が起こるの？カンソンで未亡人のマルタが経営する食堂に立ち寄るんだ。そこでマイクとラフォは一時的に身を寄せることになるんだが、マルタとの関係が少しずつ深まっていくんだ。それと同時に、マイクがラフォを連れて行く本当の目的が明らかになる。本当の目的って、何だったの？実は、ラフォの父親であるハワードは、
かつて得た名義で投資した不動産が大金を生んだことを利用し、その取り分を確保するためにラフを手元に置く計画を立てていたんだ。マイクはそれを知り、ラフォに真実を伝えようとするんだ。それは大変だね。ラフォはどうするの？最初、ラフォはマイクのことまで疑うんだけど、マイクの誠実な人柄に感化され、最終的には父親に会うことを受け入れるんだ。二人は国境で待つハワードにラフォを引き渡し、マイクはマルタの元へ戻るんだよ。なんだか心温まるストーリーだね。マイクとラフォの絆が深まるのが見どころなんだね。その通りだぜ。暗いマッチョは、過去を乗り越え、絆を深めていく人々の姿が描かれていて、非常に感動的な作品なんだ。マイクとラフォの関係に心を打たれること間違いなしだぜ。第3位、すずめの戸締まり。第3位は、すずめの戸締まり。新海誠監督の新作アニメ映画だね。その通りだぜ。すずめの戸締まりは、新海誠監督が手掛けた作品で、壮大な冒険と心温まるドラマが描かれているんだ。新海誠監督といえば、君の名はや天気の子で大ヒットを飛ばしたあの監督だね。その通り、新海誠監督は、美しい映像と深いテーマで観客の心を打つ作品を作ることで知られている。すずめの戸締まりも、その期待を裏切らない作品だぜ。どんなストーリーなの？物語は、すずめという17歳の少女が、謎の少年と共に日本各地を巡り、閉じられていない扉を閉めるという使命を果たすという冒険の物語だ。扉を閉めるってどういうこと？実は、物語の中で出てくる扉は、過去の出来事や災害を呼び起こす力を持っているんだ。その扉を閉じることで、災害を防ぎ、過去の悲劇を乗り越えるという役割を持っているんだよ。すごい。なんだかすごく重要な使命を背負ってるんだね。じゃあ、少年との関係はどうなるの？少年との関係も、物語の中で徐々に深まっていくんだ。彼との絆を深めながら、スズメは自分自身の成長も感じていくんだよ。友情や愛情がテーマになっていて、感動的なシーンも多いんだ。それは楽しみ。でも、映像はどうだった？映像美は言うまでもないぜ。新海誠監督らしい美しい風景や細やかな描写が、物語の雰囲気をさらに引き立てている。特に、日本各地を巡るシーンの風景が素晴らしく、見ているだけで引き込まれるんだ。映像とストーリーが融合した、まさに新海誠監督らしい作品なんだね。絶対見てみたい。その通りだぜ。すずめの戸締まりは、心に残る感動的なストーリーと美しい映像が楽しめる、アニメ映画の中でも特におすすめの作品だよ。第2位、ドクター、ストレンジ、マルチバース、オブ、マッドネス。第2位は、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネス。あのドクターストレンジの続編だね。その通りだぜ。ドクターストレンジマルチバースオブマッドネスは、マーベル・シネマティック・ユニバース MCU の中でも重要な位置を占める作品で、マルチバースの可能性が本格的に描かれるんだ。マルチバースって、いろんな世界が交差するってことだよね。そうだな。映画では、異なる現実や平行世界が交差して、ストレンジと彼の仲間たちがそれを乗り越える物語が展開されるんだ。スパイダーマンノーウェイホームで描かれたマルチバースのさらなる進化が、この映画の大きな魅力だぜ。それって、すごく広がりのある世界観だね。でも、どんなストーリーなの？物語は、ドクターストレンジが平行世界を移動しながら、危機を回避しようとするところから始まるんだ。彼は、魔法の力で次々と迫る異次元の脅威に立ち向かうんだけど、途中で彼の身近な人物であるワンダ・マキシモフ、スカーレット・ウィッチが大きな役割を果たすんだ。ワンダ・マキシモフも重要なキャラクターなんだね。その通り、ワンダは、自身の力を過信して暴走する場面があり、彼女とストレンジが対立するシーンも大きな見どころなんだ。ワンダのマルチバースを利用しようとする欲望が物語を大きく動かしていくんだよ。それはすごく複雑な関係が描かれているんだね。アクションシーンはどうだったの？アクションは圧倒的だったぜ。特に、マルチバースを行き来するシーンでは、現実が歪んでいく映像が目を見張るほど美しく、迫力がある。
魔法を使ったバトルも見応え満点で、見ていてワクワクしっぱなしだよ。映像もすごく綺麗なんだね。でも、映画のテーマってどんなものなの？テーマは、自己の選択とその結果だと言えるな。ストレンジやワンダは、自分の欲望や後悔に向き合わせられ、それがどんな結果を生むのかが大きなテーマになっているんだ。なるほど。ただのアクション映画ではなく、深いテーマが描かれているんだね。その通り、ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マッドネスは、アクション、ドラマ、映像美、そしてテーマが見事に融合した作品だから、ファンはもちろん、すべての映画好きにおすすめだぜ。第1位、トップガン、マーベリック。第1位は、トップガンマーベリック。トップガンの続編だね。その通りだぜ。トップガンマーベリックは、1986年のトップガンから36年ぶりの続編で、トム・クルーズが再びマーベリック役で登場するんだ。36年ぶりなんだ。でも、どうしてそんなに長い間続編が作られなかったの？その間、トム・クルーズ自身が映画業界の変化に合わせて様々な役をこなしてきたからだ。だが、やっと実現した続編では、前作の魅力を引き継ぎつつ、現代の技術や戦闘機を駆使したリアルな空中戦が繰り広げられるんだ。空中戦がすごく迫力がありそうだね。でも、映画のストーリーはどうなっているの？物語は、マーベリックがトップガンの教官として新たな世代のパイロットたちを指導するところから始まるんだ。特に、前作で彼の親友だったグースの息子ブラッドリー・ルースター・ブラッドショー、マイルズ・テラーが登場し、マーベリックとの関係が物語を大きく動かすんだ。ローディって、グースの息子だったんだ。その親子の関係がどう描かれるのかが気になるね。そうだな。ローディは、父親と同じく優れたパイロットだけど、マーベリックとの間に確執があるんだ。父親を失ったことが彼にとって大きな影響を与えていて、そこから二人の関係がどう変わっていくのかが見どころなんだよ。それは感動的だね。でも、やっぱり空中戦が見どころだよね。もちろん、トップガンマーベリックの空中戦は、実際にパイロットが操縦する飛行機を使って撮影されているから、迫力が全然違うんだ。トム・クルーズも実際に空を飛びながら演技をしていて、観客はまるで自分が戦闘機に乗っているかのような感覚になるんだよ。それはすごい。映画でこんなリアルな体験ができるなんて。その通りだぜ。トップガンマーベリックは、ただのアクション映画にとどまらず、友情、成長、そして喪失をテーマにした感動的なストーリーが描かれているんだ。空の戦いが熱いだけじゃなく、人間ドラマも濃厚だよ。それなら、絶対に見るべき映画だね。空中戦と感動のストーリー、両方楽しめそう。総評またはまとめ。2022年の映画、どれも素晴らしかったね。たくさんの名作がありすぎて、どれを見るか迷っちゃうよ。そうだな。2022年は映画界にとって素晴らしい年だった。アクション、ドラマ、SF、アニメなど、ジャンルを超えた魅力的な作品がたくさん公開されたんだ。トップガンマーベリックのような壮大な空中戦から、スズメの戸締まりのような心温まるアニメ映画まで、すべてが本当に楽しめたね。その通りだぜ。それぞれの映画が、映像、音楽、ストーリーにおいて観客を引き込む力を持っていたから、どの映画も見た後に強い印象を残すんだ。2022年の映画は、ただのエンターテインメントにとどまらず、深いテーマや感動を提供してくれたね。その通りだ。映画は、ただのストーリーを楽しむだけでなく、観客にメッセージを伝える重要な手段でもある。2022年の映画は、その魅力を存分に発揮していた年だったな。それじゃあ、私もこれから見る映画が増えてきちゃうな。どれも見逃せない作品ばかりだね。どの作品も本当に素晴らしいから、見て損はないぜ。これからも映画の魅力をたっぷり楽しんでくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。